皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。突然ですが、新コーナー始めます。題して、タンタンのゲーセン探訪。このコーナーは僕が愛してやまないゲームセンターという場所、アーケードゲームの魅力について全力で発信していこうというコーナーです。アーケードゲームの作り手としての立場はもちろん、ユーザー視点、運営会社、店舗の視点からも切り込んでいきたいと考えております。今回はね、初回ということで、黒帯ゲームズのスタジオからお届けしていますが、屋外ロケ用の機材も揃えましたので、将来的にはスタジオから飛び出してゲームセンターの取材やアーケード業界に縁の深い方へのインタビューなどもやっていきたいと思っております。長く続くコーナーに育てていきたいと思ってますので、応援コメントの方よろしくお願いします。さて、僕はですね、スクエニ時代に10年、独立してから5年間、現在に至るまで途切れることなくアーケードゲームの仕事をさせていただいているんですけれども、最近ね、ゲーム業界の方と話したりすると、伊沢さんまだアーケード頑張ってるんですね、とか、でもゲームセンターって社用産業ですよね、大変そうですね、みたいなことをね、言われることがよくあります。その人に悪気があるわけじゃないと思うんですけど、ゲーム業界にいてもね、そういうイメージがあるんだなと思います。では、実際のところね、ゲームセンター産業ってどうなんでしょうか？ちょっと数字を見てみたいと思います。ゲームセンターがオワコンみたいな論調にはコロナ禍が大きく影響していると思います。JIA というですね、日本アミューズメント産業協会というですね、アミューズメントの元締めみたいなところが公開しているデータによると、コロナ前のゲームセンター全体のオペレーション売上高。オペレーションってね、ちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけど、いわゆるコインオペレーション、100円玉が入った金額ってことですね。なので、筐体の売上高みたいなものは含まず、単純にお客さんがお金を入れてくださった金額で、2019年がですね、5408億円でした。これがですね、翌年コロナ禍に入る2020年には4187億円まで落ち込みます。約 23% のダウンですね。ちなみに同じ2020年、家庭用ゲームはどうだったかというと、むしろ逆だったんですね。CESA、コンピューターエンターテイメント協会、東京ゲームショウなんかを主催している団体ですね。ここの統計では、国内の家庭用ゲーム市場はハードとパッケージソフト合わせて2019年が3330億円から2020年には3759億円へ約 13% 伸びてます。つまりコロナ禍に入ったことで家庭用ゲームがですね、すごい売れたっていうことですね。これなんかは実感あるんじゃないですかね。みんなが家にいて時間がたくさんあったので家庭用ゲームが売れたっていう感じですね。ちなみにダウンロードゲームの市場も259億円から322億円へ伸びました。かなりね、急成長したわけです。家で遊ぶゲームは伸びた。一方ですね、外に出て遊ばなきゃいけないゲームセンターは 23% も落ちたっていうことで、コロナ禍がね、アーケードゲームにとってどれだけ特殊で厳しい状況だったかが、この数字からもわかると思います。地域差あると思うんですが、一時期はですね、ゲームセンター自体営業ができないという状態に陥っていました。あの時期はね、閉ざされた店舗の中で筐体にいろんな人が触るなんていうことはね、とんでもないっていう風潮だったと思います。僕はね、その時期星と翼のパラドックスというゲームを担当していたんですけども、2020年は本当にきつかった思い出があります。作ってる方も運営してる方もみんなね、悲鳴上げていたと思います。もうこれ以上ね、会社でアーケードゲーム作るの難しいなと判断して、僕は翌年のね、2020年の年末に会社に辞表を提出しました。その最悪の時期を抜けてコロナ禍の影響がほとんどなくなったとされる2024年の数字を見てみましょう。同じくジャイアの統計によると、2024年が6148億円と大幅に回復してます。コロナ前のね、2019年と比較しても 14% も上がっていますし、実はですね、ジャイアが公開している2013年以降の数字の中で最高の売上金額になっています。これね、結構意外なんじゃないかなと思います。ちなみに比較として2024年の国内家庭用ゲーム市場を見てみると、ファミ通の調査ではゲーム機本体とパッケージソフトの店頭販売合わせて3013億円ということですね。なのでダウンロード販売など含まないこれは数字なので単純比較はできないですけど、ゲームセンターの売上6148億円っていうのは約その2倍ということで、結構バカにできない金額の業界だったりします。なのでね、ゲーセンってもう市場がほとんど残ってないでしょみたいなイメージを持っていた方にはかなりね、意外な数字なんじゃないかなと思います。ただ売上
が上がってても実際問題店は減ってるよねって思う方がね、いるんじゃないかなと思います。確かに一時期ゲームセンター閉店のニュースがね、たくさん流れてきました。ところがこれもですね、データ見ると少し印象が違うと思います。警察庁がですね、2026年4月に公表した風営法上のゲームセンター等営業の許可数っていうのが出ているんですね。ゲームセンターっていうのは風俗営業法というのの許可を取らないとお店が出せないので、警察庁がこれを許可しているので、この件数っていうのはかなり実態に近い数字です。2021年に3882店だった店舗がですね、徐々に毎年増えていって、2025年には4184店と4年連続で上昇してるんですね。増えてます。さらに同じ統計では遊戯設備、いわゆる筐体ですね、の数自体も公開されてるんですけど、2021年が33万4239台、4年後の2025年は36万2782台とですね、3万台ぐらい、これも増加してます。数字だけ見るとお店の数も増えていて、筐体の数も増えてるんですね。ここまでね、ある程度信憑性のある数字を出しても、嘘ーんって思ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。実はね、僕もそうです。なんとなく実感とちょっと違うなという感じがしますよね。僕らが普段見ている世界のゲーセンはそんなにイケイケどんどんには見えないなと思うと思います。その秘密はですね、実はプライズにあります。先ほど説明した2024年のアーケードの売上6148億円のうち、プライズゲームの売上は4177億円。つまりですね、全体の 68%、7割近くがプライズで稼いでいるというわけですね。ジャイアの統計が残っている一番古いデータが2013年なんですけど、2013年だと 41%、コロナ前の2019年で 55% だったので、かなり凄まじい勢いでプライズの構成比率が上がっているのがわかります。コロナ後、プライズは年々過去最高の売り上げを更新し続けてます。今年も多分更新するんじゃないかな。ちょっと頭打ちになるかなみたいなことを言われていますね。おそらくインバウンドの需要なんかも無視できない影響があるんだと思います。これらの数字からですね、現在のゲームセンター産業っていうのは調子いいように見えますが、主にプライズによって支えられているっていう構造が見えてくると思います。ゲームセンターがね、減ったなと感じる方の多くは、ビデオゲームが並んでいる従来型の店舗を想像しているんだと思います。いわゆるですね、街角のゲーセンですね。昔は駅の近くなんかに何店舗もね、ゲーセンあったと思いますが、こういうものはですね、確実に数を減らしています。一方でね、プライズの伸長とともに最近増えているのはショッピングセンターの中なんかに出店している大型店舗だとか、あとは都内に結構見ますね、プライズの専門店が増えてます。言われてみればね、かなり見るようになったなという実感がありますよね。数字を見ていったわけですけども、最後にね、僕が作ってきたようないわゆるビデオゲームっていうのがどうなのかっていうのを見ていきたいなと思います。ここまで数字見てきたようにですね、残念ながらゲームセンター市場が6000億円超えて絶好調という数字をですね、そのままビデオゲームも絶好調なんだと読むことはできないです。2024年度ゲームセンターに設置されている遊戯設備のうち、クレーンゲームだのプライズ機はですね、約 44%、全体の 44% がプライズ機なんですけれども、ところが売上は 68%、44% の筐体で 68% 売り上げてるというわけで、今はね、はっきり言って明らかにプライズが主役です。でも僕はね、それをもって、だからもうアーケードビデオゲームはオワコンなんだ、ダメなんだっていう話にはしたくないんです。プライズがね、今踏ん張ってくれている間に、次の面白いものを作んなきゃなんないと思ってます。これはビデオゲームじゃなくてもいいんですけれども、ゲームセンターというところを盛り上げるゲームをね、作らないといけないなと思ってます。古い話をすると、ゲームセンターっていうのは何度も潰れそうになりながら、奇跡のヒット作に牽引されて何度も不死鳥のように蘇ってきた業界なんですね。そもそも振り返れば、スペースインベーダーができた時にはゲームセンターなんてものはまず存在しなくて、ゲーム機はね、喫茶店に置かれたわけですね。で、そのうち、そのインベーダーの専門店ができていき、多くのゲームが並ぶゲームセンターの母体になっていきます。その後もですね、シューティングゲームがすごく流行った後、少し下火になってきたなーっていうところで、格闘ゲームが現れたりだとか、音ゲーが現れたりとか、もちろんプリクラとかね、クレーンゲームとか、メダルゲームとか、三国志大戦みたいなカードゲームが流行ったりだとか、いくつものブームがですね、波のようにやってきてゲームセンターを支えてきました。なのでね、僕はね、めっちゃ面白いワンタイトルが出れば、またゲームセンターのビデオゲームコーナーが蘇ると信じてます。家庭用ゲームとか PC ゲームとかスマホゲームがどんどん発達してきてる今ね、それでもわざわざゲームセンターに行って、そこで
ね、ゲームを遊ぶ意味って何なんだろう。そこをね、考えることが、これからのアーケードゲーム考える一つのね、ヒントになるんじゃないかと思ってます。インバウンドの方でも遊びやすいシンプルな楽しいゲームを作るってことも急務なんじゃないかなと思います。というわけでね、話長くなってしまったので、今回はこれで切りますが、次回はですね、僕が思うゲームセンターでしか摂取できない栄養素、なんでゲームセンターに僕がこだわるかっていうことについて話してみたいと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひ次回もお楽しみに。ではでは、さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。